皆さんこんにちは。ゆっくり研究員のレイムです。業務だよ。ゆっくり博士のマリサだぜ。労働者のイバンだ。前回、マリギツネ作戦で監視さんを数人減らしました。まさか我々が直接気絶させたり倒さなくても、監視を減らせるとは、運が良かったな。で、業務は今一体何をしているんだ？いや、その辺に落ちた装備品をお片付けしようかなって。真面目か？だってなんか邪魔じゃん。わからなくはないですぞ。でもどこかの保管箱に溜め込んでおけば、他の人の脱出の助けになるかもよ。まあそれは一理ある。とりあえずそこの建物の保管箱にまとめておこうかな。というかもう随分好き勝手動いているよな。まあね。よし、そしたらこの保管箱にでも。おい、脱走者だ。あらバレた。ただバレても、結局檻に入ってしまえばこいつら手出ししてこないからな。もう堂々としすぎてるよ。ふふ。よし、そしたら保管箱に荷物詰めて。ステルス KO で 43%、担ぎ上げなら 57% だね。おお、監視さんを。で、適当に空いている檻に入れてみようかな。オッケー。で、多分さっきの成功でスキルレベルがさらに上がってたけど変わらず 57%。ってダメか。それでも、結局檻に入れば OK なのね。何してる？で、さすがに隣で寝ていて誘拐された同僚看守のことは助けるようだ。鍵開けられる前に気絶させられないか？いやー、さすがに見られてるからね。というか単純に会場が間に合わないかも。あ、いや待て、なんか足かせつけられてないか？あ、これでも奴隷にされちゃうんだ。さっきまで隣で寝ていた同僚のはずですけどね。ということは、わざわざ足かせつけなくてもいいわけだ。かなり単純な話になってきたような。いや単純というより不可解だろ。監視さんたちの行動は不可解だけど、私たちがやるべきことは単純だよ。こうして檻に入れるだけ。しかも担ぎ上げると2分ぐらいは気絶したままなのな。お、回復系たくさん持ってるじゃん。全部没収っと。立場逆転してますな。まあ私をこき使った罰だね。まあただやはり、白まんじゅうだけが能力特化しても意味ないよな。俺も俺で、ベーススキルとしてある程度ステルス KO できるようになっておかないとな。ああ、今後メンバーが増えるかもしれないが、少なくとも我々4人は、この監守ぐらいならサクッと気絶させられるぐらいにまで暗殺スキルは磨いておこう。ある程度レベル上がれば、寝てる監視さん相手にさらにレベル上げできるからね。実際もう業務一人でなんとかなりそうだけどね。それでもいいけど、レイムたちも実戦経験積んだ方がいいでしょ？まあ、確かにずっとこの監視さんダミー相手に練習するのは、少々飽きてきますからな。ふざけるんだぜ。みんなはまだ基礎トレーニング中だし、私は私でこの辺の物資まとめとくね。みんなこの2連の家の、一番左に来たら回復とか色々置いてあるから好きに使ってね。それで言うと赤まんじゅう、この前切られた胸部の毛が、治ってないんじゃないか？そうですね。まだ出血量も大したことなかったですが、早めに切り上げてそっちに行きますか。ああ、傷は悪化する前に処置しておけ。あと報告だけど、日中も一応、バレずに後ろから近づけばステルス KO はできるみたい。いや普通にバレてますけど。まあ1回ぐらいは切られるかもね。なんでそんな普通の顔してるのよ。ま、それでも一応治療してくれるし、多分この隣の監視さんも、そのうち奴隷になると思う。一応、切られれば切られるほど、打たれ強さというステータスも上がっていく。なんですかそれ。防御力と思っておおよそ差し支えない。なるほど。そういうことであれば、私も日中から動き回っておきましょう。バレてるぞ。じゃあ私は身軽に逃げたいので足かせお願い。おい。そんなに大声出さないでくださいよ。いや声出す前からバレてたけどな。おい、というかさすがにそれは無謀では？いえ、私ももうこの場所で数日行動しています。彼らの攻撃モーションは遅いです。追いついて、攻撃して、また追いついて攻撃。仮に全て攻撃を受けたとしても、この家までの距離であれば耐えれます。お、今のはうまくかわしたな。ふふん。ともかく、胸部や頭部、下腹部にダメージが集中しなければ、問題なく檻に入るまでは。ああ、でも足にダメージ入っちゃうと、動きづらくなるから注意かもね。なんであれ到着です。よし、そしたら監視さん、さっさと治療してくださいね。もうこいつは放っておけ。なんか監視さんたち塩対応になり始めてません？当たり前だろ。まあ一応その汎用チェストの中にたくさん治療キット置いてあるからさ、自分で治療すればいいと思うよ。そうしますか。それじゃあ適当に治療用の包帯もらうね。自分で治療することで、医療の経験値も得られる。存分に習熟していくと良い。あい。なんかそっちの方が楽しそうだから俺も向かおうと思ったんだけどよ。なんか俺のとと監視多くねえ？というか私があげた足かせのせいで遅いだけじゃないんです。いや足かせは監視ダミー人形に渡しといて。イバンさんも我々のことも悪く言えないですからね。そうか？あ、で、俺の時はちゃんと治療してくれるのな。あれ、というかこの状況だと、確率は低いですが。おや、やるじゃん。ふふん、私だってこれくらいできますぞ。そしたら適当に上の階の牢屋に入れておきますか。総大番、少しその檻から出て、その辺に座っててくれないか？
私は労働に駆り出されているんだが、移動しているという体裁を取る必要があってな。というか、この家で好き勝手するには、1階の檻が足りないですぞ。確かに、気絶させて移動でもさせておくといい。あいあい。なんかそっち楽しそうだけど、私は私でなるべく数減らしておくね。もう日中でも堂々と。奥の監視さんもまとめておねんねさせたいけどね。後ろ向いているとはいえ、目の前で同僚が檻の中に移動させられてれば警戒マックスだろうけどな。というより足かせついてると音が。バレたわ。檻に入っちゃえばいいんだけどね。というかこの状況でも、監視を奴隷に変えるの、マニュアルに支配されすぎだろ。その方がありがたいけどね。ここまで来ればあとは着々と監視さんたちを檻に入れていくだけなんだけど。とはいえさすがに日中にやりすぎるとすぐバレますぞ。バレそうな位置の人をステルス KO する場合は、一切りぐらいは覚悟した方が良さそうね。そうですな。さてあれから2日ぐらい、できる限りの監視さんを捕まえました。それにこうやって博士とか用務のいる場所まで連れてこれば。さっさと足かせてけやがれこのマニュアル人間。博士一応態度は改めてください。まったく、世話の焼ける奴らだ。早く労働による闇の自発。よし、一人やったよ。なんかもう一人は無に帰してしまいましたけどね。まあホーリーネーションだしそういうこともある。どういうことだよ。ともかくこのペースでひたすら看守どもを檻にぶち込んでいこう。で、あれからも数を削り続けたが、少なくともこの塔の中は最後の一人だな。よし、よくやった。適当な檻にぶち込んでおけ。あいよ。これでこの塔の中は漁れますな。博士的感なんだが、あの塔には我々に必要なものがたくさんある気がする。だからみんなで探索開始だ。わざわざみんなで行かなくても。というか白まんじゅうがいないぞ。私は他の建物から食べ物を回収してるよ。あれ、でも食べ物回収するってことは、実はさっき占拠した建物の上側、それがまさに脱出のための出口になっている。だからここにある物資、根こそぎ回収するために3人とも招集したわけだ。まあ物資というか、食料あればいいけどな。もう見つけた食料は取っていいんですよね？構わん。そしてインベントリに入れると食べてしまうが、おそらくこの長きにわたる空腹を回復するには、それなりに時間がかかる。脱出に合わせて、満腹になるくらいのタイミング調整をしていこう。了解。とりあえずパッと見つかった食べ物は全部持ってきたから、今何も持ってない博士とイヴァンさんには後で渡しておくね。助かる。というかこの建物1階の食べ物、回収できてなかったよ。ありがとう。はい、イヴァンさんも。これでやっとまともな食事にありつけるのか。ただ、思ったより食料の備蓄が少ないんだよな。この量だと、完全な満腹まではいかないかもね。ただ、それでも十分に走れるだけの満腹度にはなりそうですぞ。その先のことは、その先考えればいい。あとそうだ、この先は余計な負傷は避けたい。日中は行動をなるべく控え、このトレーニングダミーでさらに爪を研ぎ研ぎしよう。これは何です？近接戦闘能力を5まで上げることができるトレーニングダミーのようだ。確かに暗殺スキルは監視さんダミーがいましたけど、攻撃の練習にはならないですからな。その通り。もはやこの塔は我々が占拠しているし、看守に攻撃される心配もなければ、食べ物もインベントリにあるから飢える心配もない。このまま夜まで、ひたすらトレーニングに勤しもう。はいよ。博士まだ？よし、やっとレベル5だ。私たちはとっくにレベル5ですけどね。私は近接戦闘苦手なんだよ。まあ知ってた。ともかく、これで全員近接戦闘能力はレベル5まで上がったわけだ。で、もういい時間だから、一旦この塔は離れよう。脱出経路の下にある家に戻るのね。その通り。で、ここにもパンとかあったから回収だ。これで全員それなりに食べ物は持ったな。はい、まだお腹は満たされていないですが、最低限走れるぐらいにはなっています。その感覚やよし。ただ、移動速度は依然として時速7マイルだ。この先は腹を満たしつつ、移動速度の訓練を行う。移動速度の訓練？移動速度はあまり荷物を持たず走り続けることで経験値となる。なるほどね。つまり走り込みだ。だよね。もう4時間ぐらい走り続けてるぞ。残念ながら、他の奴隷に聞いた話じゃ、ここからまともな他の都市までは遠い。数日走りっぱなしにもなりうるそうだ。どれだけ偏僻な場所なんですかここ。まあ逃げ出したところで町までたどり着けない。その方が奴隷を従属させるに好都合だからな。そんなことするホーリーネーションには腹立たしいが、一理ある。で、日も陰ってきたから、偵察がてら坂道トレーニングだ。今度はこの坂道を登るんですか？心配トレーニングだと思え。ついでに、ここを登りきったらもう一つ塔があったはずだ。そこで食料を探して補給するつもりだ。でも監視さん寝てるんじゃ。それを担いで下るのもトレーニングだ。この鬼教官。はい。ただまだ最大速度で走るにも満腹度足りないし、時間潰しがてらやっときな。まあ、やりますけど。
それじゃ、ちょうどあと3人寝ているから、私とレイムとイバンで連れて行くぞ。あいあい。それじゃあイバンさん、あと1人よろしくお願いしますね。俺が一番失敗しそうだよな。確率は2分の1ぐらいか。お、よかったセーフだ。なんだよ。なんか言ったか？よかったなと言った。嘘だろ。そしたら私はこの塔の中にある食べ物漁ってるね。ああ、よろしく頼む。なんだかんだ、さっき拾った食料は食べきってますからな。そしたら、俺らも向かうか。あ、いや待てイバン。業務がまとめてくれた医薬室と、あとこの辺に他の看守が置いてった食料が復活している。それらを根こそぎ回収だ。おう、わかった。お疲れ、こっちはそれなりに食料あったよ。こっちも一応1、2食は平気だ。はいはい。じゃああとはひたすら走り込みですか？ああ、一応隠密を解けば今のところ時速18マイルぐらいは出せる。でも監視さんたちの速さは時速20マイルぐらいでしたよね。ああ、だからあと少し、もう少しの辛抱だがトレーニングだ。あいあい、もう脱出も目の前です。ここで手を抜いたらもったいないですからな。ただ、ここから時速20マイルを越すの、結構時間かかるかもね。まあもうほぼ看守もいないからな。好き勝手はできる状態にはなっている。というかもう好き勝手しすぎてるよな。いやだってもう9日も奴隷労働させられてるわけだし。博士多分我々2日ぐらいしか働いてません。それを気にしたら負けだ。そういえば改めて見張りさんの速さ見ておいたら？確かにな。なんか戦闘起きてない？ということは博士、みんな、準備はいいか？脱出じゃー。最後の最後に運が味方したな。ついに物語の始まりですぞ。博士監視さんたちの装備パチってもいい？もちろん。重い装備品は脱出の妨げになると思って持たないつもりだったが、話は変わった。あと私はこのお肉剥ぎ取っておきますね。自由にするといい。よし、そしたら私はこいつのこの剣をもらっていこう。おのおの、好きに武器を監視から引き受けるように。あいあい、脱出の瞬間まで、手厚いフォローですな。間違って足装備とかは取らないようにね。重くて動きづらかったから。もらうとすれば武器と医療キット、あとはシャツぐらいで良さそうだ。よし、みんな回収を終えたら、ついに出発だ。はい、もうここには戻ってこないでしょうけど、行ってきますですぞ。まあ、気が向いたら喧嘩しに戻ってもいいけどね。いや必要ないだろ。ふふ。それでは、ついにリバースからの脱出を遂げ、新たな物語の1ページ目を綴り終えた RID を眺めながら、本日はここまでとしましょう。それではたまには、さあ、RID の新たな一歩に乾杯を。ご視聴、ありがとうございました。